テキスタイルを全部オノマトペで分類してるんですよ。すごい面白いんですよね。ふわふわな生地とかザラザラな生地とか、作ったテキスタイル400種類ぐらいあるんですけれども、擬態語でテキスタイルを考えていくとちょっとまた違う思考が働き、すごい面白いんですよね。オノマトペのデザインについてちょっと話したいと思います。実はこれ去年の暮れに私たち布っていう会社が37年間作ってきたテキスタイルをまとめた本なんですけど、作ったテキスタイル今これなんか400種類ぐらいあるんですけれども、全部オノマトペで分類してるんですよ。で例えば、ふわふわな生地、ふわふわですよね。これ綿あめみたいな感じなんですけど、こういう感じでふわふわな生地とかザラザラな生地とかキラキラだとかトゲトゲだとかいろいろオノマトペって擬態語とか擬音語とかって日本語では言いますけれども、テキスタイルをそういう視点で分類していくとすごい面白いんですよね。で多分これはざわざわなのかなんだろう、ふわふわ、結構触った感じはふわふわなのでふわふわなテキスタイルみたいな。だから何かこう擬態語で、テキスタイルを考えていくとちょっとまた違う思考が働き、あとこう手触りだとか、あと目で見たこう視覚的な感触みたいなものがこうどんどん揺り動かされて感覚総動員みたいになるんでね。だから何かそんなこともテキスタイルの面白さかなっていうふうに思っています。だからふわふわもふわふわな織物もあれば、ふわふわなプリントもあれば、ふわふわな刺繍もあるし、ふわふわななんだろう、いろんな技法は様々ですし、素材もふわふわな化学繊維もあるし、ふわふわなシルクもあるしみたいな感じですよね。いろんな素材も技法もふわふわっていう捉え方をすればふわふわだし、あと例えばこういうカサカサ、これは木綿ですけどやっぱりちょっとこうカサカサしますよね。だからカサカサ、ちょっとドライな感じだとか、ちょっとしっとりしたぬめっとしたような感触だとかね。擬態語で考えるっていうのは私がもうやっぱり布を作ってる時にそのなんて言うんでしょう、目で見るパターンであるとか色であるとか、目だけじゃなくてやっぱり実際に来ますよね。その時にこれサラサラしてるとか、知らず知らずにもう我々みんなが感じることじゃない、これってヒヤッとするなとかヒヤヒヤとかありますよね。だからテキスタイルに求められる役割なんじゃないかっていうのを感じたんですよね。それで思い切って擬態語でテキスタイルを見てみようって、そうしたらすごい面白いんですよね。そうですね。実はこの継ぎはぎを作ったのも84年に設立した94年の時にはっと気が付いたら10年経って残り切れがある、工場には残布があるっていうんでアイデア生まれたんですけども、そのオノマトペでまとめるっていうのもちょうど10年経った時に相当数のそのテキスタイルが出来上がったんですけども、全部を常にこれから例えば10年後20年後30年後全てを作り続けることっていうのは、もちろんその職人さんの高齢化もあるし、工場の機械の老朽化もあるし、私たちがもうこれ最高と思ってデザインしたもので全く売れないものもあるしっていうことで続かない。でその時に写真で残していこう、ビジュアルで残していこうっていうアイデアで生まれたのがこの本を作るっていう作業だったんですね。でその時に本を作るにあたり
テキスタイルを表す一番最適な表現っていうか言葉って何だろう、それも日本語って何だろうって考えた時に、実は擬態語って日本語独特なんですよね。で日本語で例えば「ワンワン」はすごい有名な話で、アメリカ人は「ワンワン」なんつっても犬の声とは聞こえなくて、あの人たちには「ワウワウ」しか聞こえないわけでしょ。だからなんかそういうことって言葉として日本語としても伝えられるし、日本人がどういう感性でその音を聞き分けて感触を聞き分けているか、音にしてるかっていうことも伝えられるなと思ったんですよね。それすごく感じますよね。言葉じゃないんですけどね、テキスタイルって、あるいは素材であったりとかって言葉じゃないんですけど、でも実はものすごいこうテキスタイルそのものがコミュニケーションツールになるなっていう。どこ？お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しは検索より相談だ。エイブル翻訳しなくてもそこにこう布でがこう共通言語になるっていうのはものすごく感じますね。だから一つのテキスタイルがコミュニケーションツールになりうるんじゃないかっていう、これは希望ですけど、だからなんか布作りをしている私たちテキスタイルデザイナー、それからこれからテキスタイルデザインを学ぼうという人たちが感じているその感動であるとか驚きであるとか、何か伝えたいっていう気持ちってあると思うんですけど、それをこう本当に伝えるツールとしてテキスタイルはあるんじゃないかなっていうふうには思うし、そうあってほしいなっていうふうに願いますね。お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しは検索より相談。